はい、どうも、こんにちは。ITINS ラボです。マイクロビットの使い方を解説しているこの動画のシリーズの第6回目でございます。今回はですね、補足編ということでですね、前回までの5回目までの動画でちょっと説明し漏れていたことをいくつかお話しさせていただけたらなと思っております。ですね、まずはですね、このメイクコードエディターにですね、チュートリアルがあるんですが、このチュートリアルがですね、充実しててまた素晴らしいんですよ。でその辺の話をちょっとさせていただこうかなと。このチュートリアル、初めて、これから始めようと、この点滅するハートってやつを押してみましょう。で、それこんな感じの点滅するハートを作るチュートリアルをですね、はい、開始。じゃあ開始しますね。よいよい。とするとですね、こんなチュートリアルが始まります。で、このあたりが、英語で書いてあるんで、ちょっとわかりにくいかなっては思うんですが、日本、英語得意じゃない人はですね、とりあえず、点滅する、やつを作りますよと。で、OK。で、押すと、こんな感じのブロックの動きをしてくださいよっていうのをこう見せてくれるんですね。はい、このブロックをここに持っていって、こんな形にスクリーンシャイト。で、分かりましたってことで OK を押すわけです。はい。とすると、いつものエディターの画面とちょっと違うんですね。チュートリアル用の画面になってまして、ここ今、1ページ目、2ページ目。で、だいたい5回で完結するような感じでこう組んでくれてるんですね。で、混乱しないように余計なブロックがないです。で、言われた通り、この LED を表示と。で、ハートのマークをちょっとクリックして、作っていってみましょうね。はいはいはい。はいはいはい。ちょっと、急ぎたい、急ぎたい、急ぎたい。よろしてきた。はい。そして次へを押しますと、今度は、なんもないやつをここに貼っつけろと。はい。じゃあ言われた通りにやってみます。はい。で、なんもないやつをこう貼っつける。こんな感じですね。で、すると、ハートがこう点滅してるわけなんですね。で、この辺を、操作をですね、細かいことは英語でこの上に書いてあるんですね。この Show Reds、この LED を画面に表示っていうやつを、違うやつを持ってきて、それは空っぽにしとけよっていう風で英語で書いてありますが、言われた通りにこう続けていくんですね。はい。で、お見事こう光るようになったでしょうと。はい。で、実際光ってますね。で、OK。でそしたら次。で、最終的にこれ、保存しておきたかったら、ダウンロード、保存しておきたかったらというか、マイクロビットで動かしたかったらダウンロードしなさいよという、アナウンスが出ますと。で、こんな感じですね。で、終わったら完了。で、このように非常に細かく丁寧なステップで、チュートリアルが進んでいくんですね。で、チュートリアルが終わったら、終わった画面から、自分の制作をまた開始していいよというような感じのチュートリアルが非常に充実してるんですね。これめっちゃいいなと思ってるポイントです。じゃあですね、ここから少し画面が変わりまして、スマートフォンからでもプログラムを組めるっていうところを、ちょっと見ていきたいと思うんですね。で、まずはマイクロビットを検索して、スマートフォンからマイクロビットのサイトに行きます。行って、当たり前にですね、プログラムを組むっていうところから行くんですね。始めようから、そう、プログラムしましょうですね。はい、プログラムしましょう。クリックします。はい。で、スマートフォンからでも OK なんで、プログラムしましょうというところから、エディターに来るんですね。で、ちょっとガチャガチャしてますが、だいたいパソコンで見る画面とそんなに変わらないぐらいですね。はい。そして新しいプロジェクトを開いてみると、こちらからでもお見事プロジェクトを作れるようになってますと。で、このように、ブロックもタップして選べるし、指で引っ張っていってあげれば、ブロックをこのようにして、作れるし、というような感じになっておるんですね。ちょっと画面が狭いのでシミュレーターは出てきてないんですが、スマートフォンでこれだけできれば十分かと思いますね。これさらにスマートフォンの方からでもですね、JavaScript 編集っていうのが、できるようにもなっているという感じなんですね。はい。そしてですね、今度はちょっとアプリの方を見ていきたいというように思うのですが、で、Android でですね、僕が Android のスマートフォンなんで、Android でアプリをインストールすると、このような感じの、アプリがダウンロードできます。マイクロビットのアプリですね。はい。で、メニューがこんな感じで、こっちはおそらくマイクロソフトが作ってるのやつではないのかな、ちょっとごめんなさい。あんまりわかんないんですが、で、このコネクトっていうところからですね、Bluetooth を、スマートフォンを Bluetooth でマイクロビットに接続するつうことができるらしいです。これちょっと今度やってみますね。まだ僕やったことないんで、ちょっと今は難しい。そしてこのフラッシュ。
フラッシュですね。これはおそらくですね、ちょっとまだ、やれてないんでわかんないですが、おそらくサンプルのスマートフォンと、マイクロビットを連携して動くサンプルのプログラムがあるんですね。で、こういうのが、できるようになっているアプリがあると。はい。そしてマイクロビットのすごいなというか、まあ面白いなという点、もう一個、最後ですね。このようにしてですね、今ですね、パソコンとは繋がってないんですね。電源で、電池、乾電池が、単4 2本ですね。単4 2本繋がった電池しか繋がってないんですが、これで動くっていうことなんですね。はい。なので、つまり、パソコンにつないでなくても、一回プログラムを組んでしまえばですね、このように電池つないで、持ち運びができる。それがまた面白いわけですよ。はいはい。それじゃあ、また次回以降続けていきますんで、今後ともよろしくお願いします。ドーン。